めいめいひまりです。今日は仕事終わりに日本代表の試合を見に行ってきたよ。ゆるく作ってるからまったり見てね。これから南北線に乗って浦和美園駅まで行くよ。16時過ぎだけど日本のファンが車内にいっぱいいたわね。この時期は卒業式が多いから学生さんたちが多かったね。そういうことで埼玉スタジアムの最寄り駅である浦和美園駅に到着。市ヶ谷から乗ったけど40分くらいかかるんだね。でも初っ端から座れたのは良かったんじゃないの。今回はスタジアムの北側ボール裏の座席を買ったから駅から20分かけてとぼとぼ歩いていくよ。道中には出店もあって酔っ払っている人もいたわね。見てて羨ましいよ。ちなみに中の人は午前の2時に起きて昼前まで仕事してたわよ。そういう社畜自慢はいらないよ。埼玉スタジアムに着いたよ。ちょうど17時だけど外周はグッズ売り場があって人がごった返しているわね。並んで買うのは嫌いだからそのまま入場するね。わからんでもないが。ということで入場するよ。もう半分の客席が埋まっているわね。代表戦になると座席の確保は2時間前じゃないといい席がなくなっちゃうから大変だね。 J リーグとは勝手が違うから要注意ね。ちなみにこの試合を見に行くと決めたのは前日でリセールチケットで滑り込んで獲得したの。数年前まではチケット入手はたやすかったけど今ではリセールですら入手困難なのよね。それではスタブルを物色していくよ。今回はビーフカレーと氷結を食らいます。これで1800円。高すぎるね。そもそも代表戦でスタブル食べるとかどこの貴族だ。それでもカレーをどさっとライスにかけてくれるのはポイントが高いよ。打席に戻ったらキーパーの練習が始まったよ。今日も鈴木ザイオンがゴールを守るわよ。前回のバーレーン戦でワールドカップ出場を決めたから大迫レタニをスタメンで見たかったな。続いてはフィールドプレイヤーがアップに来たわよ。この試合では川崎フロンターレの20歳の高井浩太が初スタメンだよ。本戦を決めたからこそサウジアラビア戦でも試合に出せる余裕があるわね。招集されている27人中5人が J クラブ在籍だからいかに J リーグのレベルが高いのかがわかるね。欧州リーグが J リーグよりもレベルが低いような表現するのやめろ。ということでもうすぐ試合開始。試合前には照明を消して雰囲気を盛り上げていくわよ。代表戦となると一流のクリエイターが手掛けているから見飽きないね。何よりも観客全員が参加しているから一体感も生まれるわね。これじゃキックオフだよ。前半19分で前田大然がボールカットして独走するゴールコントロールできずに弱いシュート。早くセルティックの前田大然を招集しろ。前半23分にサウジアラビアの攻撃。巧みなポストプレーからのサイド攻撃だけど最後に外すわ。これは綺麗な崩し。前半は 0-0 で折り返しして後半キックオフ。本来の日本なら前半に3点取れた。後半13分にはコーナーキックから遠藤のヘディングも外れてしまったわ。後半17分に右サイドの菅原から伊藤に選手交代。後半開始の時点で勝ってほしかったよ。後半37分に鎌田のパスに伊藤が飛び出すもキーパーに弾かれます。後半で一番の得点チャンスだったのに残念。引き分けちゃったね。日本が得点できなかったのは3年ぶりなのよね。ホームやぞ。遊びちゃうぞ。ただ日本はサウジアラビアと戦っていたというよりもルナール監督の戦略に負けた試合内容だったわ。サウジアラビアはまさに堅守速攻といった明快な戦略だったね。ガチガチに守る相手にはミドルシュートやマイナスからのクロスで対応してほしかったわね。それからサウジアラビアは日本のボールパス回しに食いつかなかったし意図的に日本にボールを持たさせていたのもさすがだったね。日本は個人戦術に頼っているから次期監督は戦術重視の人選を期待したいわね。それでこそ日本の次期監督にルナール氏をリストアップしてほしいね。ただ森保監督は試合後に円陣を作って試合後総括をするから組織崩壊しないチーム作りは評価できると思うわ。ということで帰るよ。スタジアムの北門から浦和美園駅まで30分以上もかかっちゃったわね。試合翌日は休みだからこそ試合を見に行けたんだけどね。それではここで動画はおしまいにするわよ。それじゃここでお別れだね。最後まで見ていただきありがとうございました。いいねボタンを押してから閉じてね。